悪役令嬢漫画ループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するあらすじです。物語はもう6回も人生を繰り返している悪役令嬢が7回目のループを始めるシーンから始まります。いつも戻るのは婚約者であった王子に断罪されるシーンです。主人公はいつも元いた国を離れて商に訳すし、次女や男装騎士などループごとに職業を変えながら様々な人生を送ります。しかしどんな選択をしても必ず20歳になる前に死んでしまうのです。今回始まった7回目の人生では過去のループで自分を殺害した敵国の皇太子にプロポーズされます。絶対に裏がありそうだし、以前自分を殺害した人だしと悩む主人公ですが、彼との結婚はきっとこの人生でしか選べないと思い、皇太子の婚約者となります。過去6回分の人生で得た知識や技術を使って今度こそ20歳以上生きることを目標にする悪役令嬢のお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は強くて賢い主人公です。婚約者となった皇太子は常人離れした能力を持った人です。普通の女性であればそんな彼と対等になることはできないかもしれませんが、6回分の人生経験がある主人公は毎回皇太子を驚かせるような行動をとります。きっと皇太子を振り回せるのは主人公だけ。主人公が6回もループしたのはこの皇太子と対等にやり合える能力を身につけるためだったのかもしれません。2つ目のおすすめポイントは過去の人生で出会った人々との再会です。過去6回分の人生をしかもループごとに職業を変えながら生きてきた主人公には出会った人々がたくさんいます。彼らはもちろん主人公のことを知りませんが、主人公は彼らの弱みやその先で行う選択について知っているわけです。そういった知識を活用しながら再び彼らと絆を築いていく主人公にワクワクします。最後3つ目のおすすめポイントはプロポーズしてきた皇太子の真意です。皇太子は過去のループで必ず戦争を起こしています。元王である父とは不仲でプロポーズをされた主人公も皇太子の国では人質として扱われています。なぜプロポーズしたのか聞いてもただ惚れただけだと言いますが、それが皇太子の真意であるかは読み進めてもなかなかわかりません。もちろん破天荒な主人公のことが好きだし面白がっているんだろうということはわかりますが、なかなか彼の方針まではたどり着きません。そのことがじれったくもあり、早く続きが読みたいと思う理由の一つでもあります。